おで次はちょっと、ご自身でストップの合図をしてみてください。今は道路交通法上は軽車両という、軽車両なんですか。軽車両自転車とまずは馬と仲良くなっていただくということをしていただきたいと思います。まずは、馬と仲良くなる方法としてはブラッシングという、馬をこうブラシでゴシゴシさしてあげるというのをちょっとしていただきたいなと思うんですけども、ちい先生の馬で、馬の注意点としては、すぐ後ろに立たないとなんか言うタイミングがちょっと遅かったですけど、やっぱりすーちゃん悪気はなくてもびっくりして蹴ることがありますんで、一番この間合いには入らないっていうことです。ゴルゴ13もそうだと思いますけど、後ろに背後に立たれるとやっぱり馬って目が横についてるんでかなり360度見えるんですけど、唯一真後ろだけが見えない、だから真後ろにいきなり立たれるとすごく怖い。もうちょっとこっち側に寄っていただいて、で近づくときは左前からこうじゃん行くよってじゃんでこういう感じでこうたてがみを上げて首のあたりからこうブラッシングしてですね、フケとか、毛とか汚れをこう取っていただくとすーちゃんはすごい気持ちよくてですね、仲良くなろうという感じで、この多分動画だとそんなに大きく見えないんですけど、目の前で見るとすごく大きく見えるんですよね。もうそれは皆さん言いますね。そうですね。でかいね。そして筋肉がすごい一応ポニーはここまでの高さが147センチ以下の大きさの馬を総称してポニーという。そうなんですね。でこのスーちゃんの場合135センチぐらいしかないので、完璧なポニーになります。でもあれなんですよね、このなんか戦国武将っていうか、戦国の時に乗ってたのはこのサイズ。そうこのサイズだから戦国武将はポニーだから全然走れないし弱いよっていうのは、いやポニーって言ってもこれだからそうですね弱くはないとは思います。ただやっぱりサラブレッドの横に立つとかなり小さく感じる、相対的に。なんか僕実は小学生の時に、なんかこういう乗馬体験みたいなやつで一周したことがあるだけで、それ以来乗ったことないんで、下手すらうちの娘よりも乗馬の体験が少ないんですけどそれはもう私がしっかり持ってますので大丈夫だと。あと普段からスポーツとか運動されてる方は結構体幹が整ってるので、一般の人よりも全然順応しやすいと思います。なんか普通にちょっと可愛い感じでただ近くで見るとすっげえいかついとか筋骨隆々なんだなってもう多分人間の力そうですねではちょっとどうしようもできない、そういうレベルじゃない力強さがこれ動画だとこの力強さって多分分かんない気がする僕も安藤先生のツイッターの動画とか見ててもそんな風に見えないですもんね。ちょっと小さく見えます。そうなんですよ、動画で見るとそうなんですよ。なんか可愛い小さい馬だなって思ってたんですけど、目の前で見るとあれなんか全然動画で見てたのとちゃうぞみたいなやっぱり本当に同じかって思うんですけどね。人を乗せられる動物ですね。まあ確かにやっぱり全然なんか安藤先生の動画で見てたのとイメージが全然違う。やっぱり甲冑を着た武士が乗るとやっぱり100キロ以上になりますので、それを支えてですね戦いに行くとなるとやっぱり大体本番では和倉を使うんですけど、和倉って立ち透かしっていう特殊なテクニックができないと、結構馬に負担がかかってしまうんで、最初はこういう普通の鞍を使います。違うんですね。これが腹帯というものになります。で特徴的なのは馬って基本的に左側から乗るんですけれども、実践的な
日本の和式馬術だと、太刀を履いてるじゃないですか、左側に、はいはい、だから左からじゃなくて右から乗るというのが基本になります。そこがいろいろと違うところです。あとですね、馬に乗る際はその安全ベストとヘルメットをつけていただきたいんですけど、落馬骨折を防ぐためにちょっとこれが終わったらそれを、装着していただきたいなと思います。ではちょっと装着しに行きましょうか。じゃあこれをベストを羽織っていただく。そうっすよっ。CO2 のボンベが入ってまして、落馬してここが引っ張られるとボコンと膨らむ安全ベストになっております。でこれで完璧です。であとはこれ僕買っていいのかな。軽く土踏まつまではかけずに親指の付け根ぐらいまで付け根ぐらいで、ぐらいでいいです。でここも手でバイクにまたがるような感じで、お尻にはあんまり当てないようにして、でこちらも軽くあんまり深くかけすぎない。深くかけすぎない方がいいです。普通の歩きでここ何周かしていただいて、ちょっと動きますね。ふーちゃん、結構思ってたより揺れると思いますけど、本当だ。これがやっぱり左右の重心のバランスが崩れてたりすると、右とか左にこう傾いてしまう。でそれに思った以上に揺れる。でそれによって馬も重心が偏ってるとそっちの方に進んでいってしまったりします。結構ね重心がど真ん中にあるっていうのが重要です。これちょっと今ちょっっと猫背気味になってこれってちなみに足の小指側の方に体重かかってるんですか？これって小指どっち側？親指側？母子球側ですか？母子球側、いや平均的にやってます。どっちかというとびっくりしたでちょっと止まります。でその時ウォーって言いながらグッとで足をちょっと前に出す感じ。こっちね。そうでその時にちょっとあぶみの長さを見ます。ですが小口先生ちょっと背が高いのでちょっと短いかもしれません。ちょっとあぶみの長さ一旦外してでこれで立ち上がった時にちょっとこの拳1個分ぐらい余裕があるといいんですけど、ありますか？ぐらい。ちょうどいいかもしれない。じゃあこれでもう一回、なんか乗りますこれですいません手綱まだ手綱で次はちょっとご自身でストップの合図をしてみてください。どうでしたっけ？ウォーって言いながらそうか手綱大丈夫です。もうちょっと優しくやっていただいて、ちょんちょんってやってで止まんなかったらじゃあ今度は自分で発進の合図をしてみてください。ここでポンポンです。ポンポン。なるほど。でご自身のタイミングで止まったりスタートとかちょっといいです。で止まったらよしムツゴロウさんまでありがとうでそれをしっかりやっていくとちょっとした動作で言うことを聞いてくれるようになります。だから足も蹴ろうかなだけでも出してくれたりちょっと引こうかなだけで止まってくれたりっていう結構敏感になってくる。ちょっとでは発進してみてください。で出ないときは足をちょっと軽くこの辺？その辺軽くそんなもんでいいです。もうちょっと反応するまで。なるほど。棒で使ったらよしなるほど。こういう感じです。というかこれってちょっとこっち持ってこないと一直線にならないです。そうだからこうなるとどっしり座ってる状態じゃないですか。でももうちょっと重心前にしてあげないと一直線にならない。思ったよりも前なんですね。ちょっと前かな。もうちょっと前。
こんなもんですか。で、そんなもんです。で、背筋をふっと伸ばして肩上がると。で、バイクみたいにここで締め込まないっていうことですね。こんな足はちょっと平行気味に。こうなるとかかとがやっぱり当たって走らないとなっちゃう。なるほど。これは牙立ちなんだ。牙立ちでございます。これも和式馬術とブリティッシュとウエスタンでいろいろ違うんですけど、空手の牙立ちも前につま先を平行立ちなさい。そうやっぱり平行。やっぱり和式のあぶみってこういう四角形になってるんですよ、角が。こうすると四角形の角でこう馬を刺激して走らないとなってしまいますので、やっぱり平行が基本だと思います。またちょっとあっちの方も行ってみましょうか。で、左右は馬の顔が向いたところに馬は進みますので、右に行きたいときは右の手綱をちょっと引っ張ると。で、左に行きたいときは左の手綱を引っ張る。でちょっとその方向転換をちょっとやってみてください。で、こっちに行ってみてください。で、脚。そう。わかりました。で、この辺まで行ったらちょっと好きな方に旋回して。わかります。ちょっと手綱まだ長いですね。長い。もうちょっと。で、ちょっとこれ穴があるんで、ちょっと右側。で、馬の顔がどこに向いてるかっていうのをちょっと意識しながらやってください。馬の顔を進みたい方向に向けるという感じです。で、あまり強く引っ張ってしまうと、止まりの合図になってしまいますので、そこはちょっとテンションを感じるぐらいの。あとはもうご自身で止まったり進んだり曲がったりっていうのをちょっと。わかります。美香ちゃん危ないよ。おー。なるほど。よし。で、こんな感じで、これがあまり、止まんないのでって諦めたり、止まんないでよしっていうことを続けてると、どんどん言うこと聞かない馬になっちゃって、あと舐められるっていうのがあります。もう私がこっち行きたいんだったら絶対こっち行かせるまでちゃんと指示出すっていうやつで、私はこの人に従わないとダメなんだなっていうマインドにしてあげるっていう感じですね。じゃあちょっとまた自由にコースを決めている。わかりました。ボー。いいですね。よし。だいぶなんか揺れに慣れてきてます。じゃあ外行きましょうか。そろそろ時間もあれなんで。じゃあ一旦そこまでちょっとご自身で持って行っていただければと思っております。はい。これがね、お散歩です。馬に慣れつつ外の景色を楽しんでいただくと。そうだ。で、坂の時は自分は地面と垂直です。で、降りる時は後ろにのけぞりますし、登る時はちょっと前に重心を傾けるっていう感じです。で、馬は道路交通法上は軽車両という、軽車両なんですか。自転車とリアカーと同じ扱いで、一応左側通行してやると。車両。これで馬の揺れとかに慣れていただくと。これがいつもの散歩コースなんで、そうなんです。帰り道は完全に自動運転になります。もう最新の AI をもしのテスラ以上。僕の車も、ヒューマンパワーウィンドウです。これですか。それです。うちも軽トラはそれです。
軽ワゴンなんですけど、今まで電動のパワーウィンドウがついてる車は一度しか乗ったことがないんですもう5、6台乗ってますけどうちの軽トラもグリグリで、しかも今時パワーステもついてないかなりハンドル重いなかなか重たい僕も前1回パワーステついてない軽ワゴン乗ってましたけど、急カーブがしんどいです低速で急カーブは、はい、じゃあ行くよ。はい、道草折り、道草折り、道草の語源ですああなるほど。で手綱を、で手綱は一応、もうおはい止まった、こちらに垂らすのが、あこちらにお行儀がいいあそうなんですね、ブリティッシュですけど、でちょっと発進してみてください。馬の顔をこっちにやって、あそうそうです、カポカポカポ、だいぶ振動には慣れてきましたね。あそうそうでちょっと、速い波足ぐらい、これが早歩きぐらい、結構揺れ違います。揺れ全然違いますね。へえ。これから早歩きぐらいです。はいはい。ああもう確かにこれ普通に座ってたら痛そうですもんね。やっぱりその、はい。衝撃を緩めた、足のまま、で午後はこのぐらいのペースでちょっと矢を放っていただくと、へえ。これ慣れたらもう軽早足っていう、はい軽早足、までちょっとやろうか、はい、慣れたらとりあえず大丈夫そうです。早い波足ぐらいです。はい。でもうちょっと早い、はいちょっと早い、はいお尻がドカンドカンっていうのがちょっと、はい。足でちょっとこっちに。おお。あれ。おお。おお。もっと引っ張っていいですか。もうちょい引っ張っていいですか。止まるまで。でしっかり止まってから、よしよし。うんちかな。うんちかもしれない。あれ、おならか。うんちかな。うんちじゃないの。すいません、お疲れ様です。僕はただ乗ってるだけなんですけど。でもあれですね、なんかちょっといい筋トレみたいな感じです。気持ちいい筋トレみたいな。軽いスクワット。そうです、軽いスクワットみたいな、なんか半空気椅子みたいな。おおそうそう、こっちに頭を置くとね、変わりたくなっちゃうんですよ。ああ、そうなんですか。この感じ、さっきやった早足ぐらいのと、波足と足みたいなのちょっと、ご自身のタイミングで交互に出しながら、ちょっとそういったのを声を聞かせる練習してみてください。じゃあこれでちょっとゆっくり、今これが波足っていうんですか。なんかこれ左に寄ってきたいのはこのあれなんですか。ちょっとこっちやって足もちょっとこっち側を押してあげる、とすると両方やっぱり馬をこっちを押すとこっちにやるんで、それを足でやってあげるっていう。足でこっちを締めるってことですか。そうですね、こっち側をこっちに押してあげる。じゃあそうすると平行移動ができます。今左側通行で走ってるんで、すごく癖がちゃんと状況なるほど出ちゃって、こういう時に私が走りにくいです。いやそうですね、なんか任せてるとどんどん左に寄っていくんで。なるほど、ちゃんと左側通行で絶対これ手を離すと左側に行っていく。賢いですね。乗せて大丈夫ですか。ちょっとじゃあぐらい。あかんな。やっぱり鉄柱に当たり。
今度板に狙うという話なんですけど、当たったら嬉しいなということで挑戦させていただきたいと思います。今回は実際の組み手の中で攻撃が当たるか当たらないかを大きく左右するポジショニングの習得方法について解説していきたいと思います。ポジション技術を習得したいならまずこれからの3選ですね。1つ目、間合いの有効性を知る。2つ目、片手外ポジションの有効性を知る。そして3つ目ですね、